さちゃん。どうして魚ってさ、お店によって値段違うんだろうね。確かに全然魚同じなのに違うよね。それは俺はわかるぜ。それは家賃じゃないの？よっ、さすが経営者。いや、それだけじゃないと思うよ。そうだな。やっぱり価値のある魚っていうのは高いんだよ、昔から。もし俺が魚だったら高いぜ。それはただの自己評価でしょ。じゃあ今日はその魚の価値が生まれる瞬間を追いかけてみよう。愛情を込めて抜ききの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かなかなかな。これでかかりま漁港って読むんだって。かかりませんか。こんにちは、魚屋の森です。さあ今日は何の日かなということで、本日は北海道は函館に来ております。リアル水産ドキュメンタリー企画、未来へ残したい水産現場企画第5弾。この企画は私が魚屋の現場に立っている中で、私が普段接しているお客さんからの声から、あまり今の水産現場の課題を理解されていないんじゃないかなっていうふうに思うことが多々あってですね、例えばその魚高くなったよねっていうので、昔はこんな値段で買えたのにね、あんたちょっと儲けすぎなんじゃないのとかね、そういうところで漁価がだんだん上がっているっていう事実も、現実問題何が起こっているか分かってない方もいらっしゃると思うんです。なので魚屋の森さんチャンネルではこのドキュメンタリー企画を通じて、より消費者の皆さんに魚の現場を知っていただこうということで、この企画を始めました。ということで記念すべき今回のテーマはこちら。魚の価値は誰が決めているのかということで、ここで質問です。同じ魚、同じ日に取れた、同じ場所で、これでも1000円つく魚、5000円つく魚いるんです。さあこの差は何でしょうか、そこのあなた。そんなの簡単ですよ。鮮度とか脂のりとか、その魚の状態ですか。これだから素人は困るよ。多分ね、そうやって思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますし、それ事実です。ただお魚が自ら僕脂ありますよって言いますか？聞いたことありますか？俺鮮度いいぜって寝てる状態でなかなか言わないと思うんです。ここで登場するのがですね、人の存在ですね。お魚に価値をつけていくのは人の存在が必要不可欠なんです。価値をつける人の中の一つが私たち魚屋さんですね。ただ私たち魚屋は仕入れと魚を並べるだけじゃないんですよ。今もうこうやっていろんな現場行ってるけどさ、いろんな水産現場で魚取れなくなったとか、魚が全然後継者がいなくてやばいとか、そういうちょっと悲惨な現実問題見てきたじゃないですか。そういうことも踏まえて、私たちがただ魚を並べて売るだけじゃなくって、その魚の価値をどうやって高めていくかっていうのを考えていかなきゃいけない時代に突入しております。そんな思いでですね、私も普段営業してるんですけども、めちゃめちゃ魚の価値を高めてる人がいるらしいんですよ。とあることっていうふうには聞いたんですけど、何をされてるかちょっと分かってないので、ここ函館まで。森さんも知らないんですか？はい、その現場を一日見せていただくことになりました。潜入企画ということで行ってみよう。はい、ということで記念すべき今回の企画、スペシャルゲストをお呼びします。どうぞ森高さん。隠すまでもなくまたかと。今日は目覚めも良かったんでね。前回の鹿児島では社長の失態から始まり、はめられた罠だな、あれは。罠じゃない罠だな。ああ、言い訳ね。今日は頑張っていきます。よかったです。3時間に起きてちゃんと来れました。北海道まで来ました。ありがとうございます。今日密着させていただく魚屋さん、函館で魚屋さんやってる小西さん、どうぞ。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。有限会社丸正小西鮮魚店の代表の小西です。45歳です。いるそれ。いいじゃん。いいか。2代目で事業承継して、父が先代がねスーパーの魚屋さんから始めて、今は水産卸売を函館と札幌でやっております。あとは飲食店も3店舗かな、道内でやっております。すっごい手広い。大企業だな。
じゃあ今日コニーさん朝今4時前ぐらい4時ですね。前ぐらいはい。ですけど、なんでこんな早く市場に行くんですか今から？今日はねちょっと密着でその魚が取れてからそのお客様の口に入るまでっていうのをちょっとやりたいなと思ってるんですよ。市場行かなあかんじゃん。もう市場に行くんです。そのね市場の前があるんですよ。あるの実はおお。漁師さんが魚を取ってるんですよ。やっぱり。まあそうそう。だよここ見て、密着できたのここだったんだからか。船あるなと思ってました。俺乗るってこと？はい。多分あそこら辺で今準備をしております。あコニーさんが乗るってこと？僕も乗ります。あ。皆さんにも乗っていただこうと思ってます。あ、私たちも乗るってことありがたいなあ。釣りに行くの？釣りに行きます。まあ定置ですね。あ、定置で。定置。ちあっちゃい定置。漁師ですか？僕は魚屋ですね。ですよね仲卸。わかりました。はいでも流れがそういうことだよそうなんですよ。ね。そのなんか魚屋の前に実はその漁師がいそれはるんですよね。もちろんそうだよね。はい魚取ってこなきゃいけないから。はいなるほど。それは密着だな。だな。あーということで今日はうん。船に乗る魚屋さんに密着します。さすがだ。よろしくお願いします。ということで行ってみよう。おはようございます。あお願いします。よろしくお願いします吉岡さん、よろしくお願いします。お父さん船乗ることあるんですか？あんまりないよね。ないですよね。でも本当に5年前に一緒に定置五島列島で乗ったきりなんですよ。あ、そうなんだ。私はその後も乗ってるけど、社長は多分それ以来だよね。こんなお母さんおはようございますます。お願いします。すみません大勢で。もう着いた。見たね。すごい、こんな近くでできるんだ。で、これホタテの子供なんですか？わあ、すごい。めっちゃいっぱいついてる。やっぱ北海道といえばホタテだもんね。小西さんはこれなんで漁に来るんですか？わざわざ。まあ最初その正吾が神経締め教えてくださいとかって言って、あ、出会った時に。そう出会った時にで教えて、市場に持ってくるようになって、でまあその処理の仕方とかああだねこうだねとかってやり取りする中でちょっと今度船乗らせてとかって言ってで船乗ってこういうのいいねとかって言ってこれもちょっと今度締めてきてとかっていうつながりで。じゃあ小西さんがオーダーを出して、その船上で締めるとかっていう作業も今してる。そう正吾してくれて。マジですか？すごい。でやっぱり今うち飲食店もできたからジョーとかが料理人目線でこれもちょっとカツ締めしたのを使ってみたいとかって言ってでカツ締めしたのをやっぱり料理すると社長こういうメニューもできますみたいなやつやってよりなんかこう深まったっていうか、でかいタコ。すごい。でかい。めっちゃタコいる。マダイもいるんですか？うわーすごーい。うわタコすごい。重そう。結構いいサイズ。いいサイズ。タコどうしたのお前。すごい。どこまででかいの。ちょっと待って、足もかかった。でかい。すごい。でかい。うわ重い。めっちゃ重い。めっちゃタコ取れてるな。何キロぐらいですかこれ？7キロぐらいある。いやもっと重いって。10キロぐらいある。一番。痛い。めっちゃくっつく。でもいいねバラエティーに富んで。すごいいろんな種類が入ってる。小西さんの好きなのもいるよ。ブリブリ。ね。結構すっごいブリ来た。これ。結構これどれじゃん。何するんですか？おお。今カツ締め。よいしょ。ここで？うん。お母さんかっこいい。母さん閉めた。包丁がない。あ包丁ないの？わあ見てすごい。真っ赤っか。ブリなんかはやっぱり船じゃないとできないんだよね神経締めとか。さあそうだよ。おお。 2キロかな。よいしょ。あこれは価値あるね。カラちゃん始めた。こいつは食べ狩り詰めてる。あちょっと高く売れるようになりましたか？あーすごい。
まあ、正吾はねやっぱり自分でもっと高くなんないかっていろいろ努力してたから。省吾さんの意識がそこに向いてたからか。そうそうすごいな。魚ごと見て判断するんだな。あーふにゃふにゃ。すごい。こんな柔らかいブリ、産地でしか見れない。ちょっと持ちたい。いいよ。あげちゃっていいの？わーすごい。神経締めしたて。柔らかい。かじるわ。これそのままでいいんだけど。これもカジカなんですか？そうそう。これでもこっちが北海道よくある。そう鍋壊し。で鍋壊し。でかいカジカ。よく見る。こっちはよく。鍋が壊れるほどうまいと言われてる。続きすぎて。どんな鍋やねん。ね。やっぱ魚のこの運動エネルギー成分の ATP っていうのが身に残ったまま魚が死ぬので、それが旨味に変わっていくんですよね。じゃあ美味しくなるってことですね。美味しくなる。鮮度持ちも血抜きすることで良くなるし、味も美味しくなる。違いますもんね。やっぱジョーとかに言わせると、神経締めじゃないとできない料理とかがある。マダラとかだとマダラをこうやって魚種によってね。そう串打ちできたりするの。へえ、すごい。普通は身ボロボロになっちゃうんだけど、神経締めの魚だと身締まってるからマダラを串打ちして串焼きとかできるとか。そうできんもんね。割れちゃうもんね。ね割れちゃうんですよね。本当神経締めしてくると割れないの。割れないんだって。そんなに違いが出るんだ。うわー面白い。確かに。マコニーさんの目が光った。狙いは狙いはブリですね。ブリですか。あんまり暴れる前に締めたいなっていう。魚のポテンシャル最高の状態で。これぞ船に乗る幸だよね。本当ですね。同じブリでもこれで価値が変わるんだ。うわでっかいいいブリ。いいんじゃない？全然暴れてないよ。そして常に働く社長がさよりの神経締め。ちっちゃい魚もね。これ最初神経締めをした時難しかったですか？難しかった。小西さんのフェイスブックで見て、あ、フェイスブックで知ったんですか？そう SNS で。どうやってんだろうって言って函館行ってで教えてもらった。すごい行動力。いや今はどうですか？評価つきます。うちの魚とかも結構人気で、へえ、嬉しいですね。中狩さんとかも設定買って。へえ、じゃあこの10年かけて信頼を作ってきた。そう。わあ。函館から魚を仕入れにジョー君。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい魚取れたよ。社長の得意の仕分け作業が。仕入れにここまで来たってこと？そう仕入れに。すごい箱持ってきてる。それ自前の箱を用意して。ここから夜の居酒屋に直通で。すごい。へしこにしへしこ。うまそう。なんか最初のやつがねよかったよね。こんなボックス来たらめっちゃ嬉しいです。八方に。あ、まだプリプリ。ねえ。でかい。社長、ここからこのお魚を函館市場に運んでいきます。ここで今からさっき取れたばっかの魚加工するみたい。隣失礼します。はい。あ、もうここで鱗取って、はい、おろしちゃうの。鱗だけ取って腹だけ抜いて水に持ってきます。あ、水洗いするんだ。これどう？実際こう市場で競りで買う魚とまた全然違うの？料理には。いや料理も全然違うんですけど、やっぱ何より飲食店でこう漁師のとこまで行ってっていうところの価値はなかなかないと思うんで。ありがとうございます。コニーさん、ここでは
仕事は何してるんですか？ここでね、みんな発送作業やってますね。発送作業。うんへえ、あ、すごい活魚いっぱいいる。あれですか、注文の品ってことですよね、つまり。今皆さんがやってるのは。こっち今注文の品。頭取ったりとか発送してます。大体ヒラメはここに注文バーッと上がってこの注文通りにどんどん発送してくれます。多分一番に着く便、魚屋さんの便はもう行きました。まあ早いですよね。 10時ぐらいに出荷だから。これ魚屋さんに行くやつだ。こういうのがウニとか。これ小西さんはその漁の現場に行くようになってなんかこう変わったことってありますか？やっぱりなんかその生産者と一貫してこの鮮度いい魚とか処理のいい魚を、市場になかなかそもそも入りにくいような処理のいい魚とかを手に入れることができるようになったりとか。なるほど。お店さんからも指定があったりするんですか？ありますあります。なるほど。だからわざわざ行くんだ。そう、サクラマスとか神経締めしたやつじゃないともう使いたくねえなとか言われて、でもなかなか来ないんですよ。昔はもうサクラマスの神経締めとかカツ締めなんてなかなかなくて。それはやっぱり現場に行かないと漁師さんはやってくれない。やってくれない人もいましたね。でもだんだん神経締めの処理自体が有名になってきて、やってくれる浜とか出てきたり、指導しに行ってその処理の仕方とか教えてやってくれるようになった浜とかあったりとか。だからこう魚をこうやってただ競りで買って売るだけじゃなくて、その現地に行って処理まで指定することによって価値がつけられてるっていうのを実感してる。そうですね、実感してますね。それ実際その価値って値段じゃないですか。値段にも反映されてくるんですか？そうですね。こっちの変な話いいねでも別にもらうみたいなこと。ってことはさっきの漁師さんたちも還元できて。そうですね。おー、すごい。それこそ正午のホッケなんて最初僕がこう神経締め教えてやってくれる、ホッケちょっとカツ締めとか神経締めして持ってきてよとかってそればっかり俺ずっと買ってたんですよ。そしたらだんだん他の人も買うようになってきて、だんだんこうやって競争になって最後俺買えなくなるぐらい高くなったりとか。もう価値を作りましたね。そう自然のやっぱり価値のね市場に乗馬されるから俺ずるなく自然のこう価値のつき方でそれはすごいよくわかったなと思いますね。初めて食べるよね。ホッケのこんな美味しいもあるのかっていうこと。確かに。それ結果多分食べた人は魚が好きになるし、未来につながるってことはね。ここがね卸売市場の競りの場所。もう終わっちゃったけど、ここで朝6時からバーッと。おー、すごい大きいね。ブリが多い。今このブリとかだと噴火湾とかいろんなところからバーンって集まってきて、でこうブリが何十トン来るぞってなったらこういう人たちがバーッと集まって箱作り専門の人たちが本当だ、ここでやってる。超システマティックにブリやって測って氷やってパーってやってここに並べて、これから超えてくるね。でこれができたらこれバーってリフトで持ってってここにトラックがいっぱい並んでてトラックにバーって入れて豊洲走ってるみたいな。うわ、すごい。でもさっき締めたやつはやっぱりふにゃふにゃでしたもんね。これよく名古屋に来るやつだね。これは青粒。青粒。これが白粒。青白。タコ粒ってやつかなこれ。ここで締めてるんだ。すごい。いいね。増えてる魚もあれば減る魚もやっぱりある。ヒラメなんかはどんどん増えてるけど。増えてるんだ。増えてる。何が減っちゃってますか？やっぱホッケ減ってるでしょ。ホッケ減ってるんだ。あと鮭減ってる。鮭ね。今まで結局取れてたものが減っちゃって、本州とかで取れてたものが取れるようになって。どんどん北上してるって言いますもんね。ブリもそうですもんね。海が暖かくなってるから。渡りガニとかだってあんなに取れなかったんです私これ今日の漁でびっくりした。渡りなんてこっちで取れるんだと思って。ここのすぐ隣の上磯ってところでめっちゃ取れるんですよ。ここ数年ですか？渡りガニ。ここ数年、本当5年。海が変わってきてる。6年ぐらい。本当に取れる魚が変わってきたんだ。海がね。だから瞬時にそのなんか取れる魚にやっぱり対応するのが大事です。はい、お疲れ様です。逆に言えばチャンスだから。はい、ということで社長、あそこに見えるのは小西さんが営んでいる居酒屋さんです。なんか昔からあった居酒屋さんを買い取って今小西さんたちが頑張って経営してる。名前も一緒で。そう。ということで今日はここで今日朝取った魚を食べます。なんか心意気あるようにされていいお店だったので、
行ってみよう。こんにちは。お待たせしました。あとは奥のお席でございます。今日は何ですかこれ？スペシャルコースなんだ。今日はスペシャルコース。すごい。これ本当にいつもやっているの？朝撮ったやつを持って。やってますよ。めちゃめちゃ大変じゃないですか。めちゃめちゃ大変です。でもだって朝撮ってそっからメニュー考えたってことでしょ？それまだここ帰ってきたの3時半ぐらいなんで、今1時間ぐらいでペペッと。朝から。お疲れ様でしたお。母さんでさ。程度ホヤ塩辛でございます。ああ、うまそうだねありが。とうございます。ホヤの塩辛。うん。ホヤの塩辛となんだって？青唐辛子たらこです。青唐辛子たらこ。うんわめっちゃ美味しそう。いや無着色なんですよね。そう、明太子じゃないんですよそれ。ねえ、またなんかこの青青唐の辛さっていうかね。ね、こっちのうまい。自分の社長、特製サメガレーの最強漬け、これも今日のやつです。お間に合ったね。よかったね、最強が。神経締めカメガネ。今日のやつですかこれ？結構入ってます今日のやつ。ブリも今日のやつで、ブリもすクロごい。ソイも今日のやつです。ブリはねやっぱまだ油がね。油ないけどもうまい。あとタイも今日のやつです。自分でとっても組合に出したらみんな一緒くたなんだよなとかって言ってるからじゃあ作りましょうよっつってあ、ほんでお願いして。そうお願いして僕がパッケージデザインしてすごい。そうでそれから作ってくれるんだって最初に何を作るってあるんだ。ね剥いてさこうやって円錐に作ったりそうやって値段を価値を高めてくれるとこにいいものが集まってくるんだな。そうおお。おー門脇さんのウニですでかい。ショキショキだね。あれが。ホヤがショキショキ。これはね美味しい。俺すごかったんだよね。うんすごい粒揃い。これうまいいや、これ美味しいですよ。なあね、ショキショキ。ねこれ苦手な人いますよね私です。大丈夫私です。ドキドキしてるじゃんうん。ドキドキしてるいや、もうウニよりウニの香りもするね。なんか。これ美味しい。美味しいでしょうん。全然これ苦くない。なんで？でしょいや鮮度だと思ういや、社長、僕の魔法。どういう魔法？どういう魔法？秘密。本当になんかしてるってこと？本当になんかしてますよ。何したのこれ？うわ、うん美味しい。ホヤってこんな美味しいんだ。私最初来た時もすっごい魚美味しくてびっくりしたもん。ありがとうございます小西さんのお父さんも同じように海に行って漁に出るみたいなことやってたんですか？いや海は一回あったっすねあ、そうなんだ。俺だけで神経締めとかやり始めたのも俺がやって十何年前ぐらいですね俺が来て16年だからでも本当一緒だ。私も16年ぐらい前です。マジっすかちょうど踊ったのほんが。でも今そうやって定置網とかって後継者の人少ないんじゃないですか？と漁師さん。ないと思うだからショーみたいな少しちっちゃい網とかだとうん。まあそんなにもう後取りで戻るの多くないんじゃないかそれは魚が取れないからなうん魚取れないし儲かんないかその割に大変だしみたら。いな漁価がっていうこと言ってたね。そうそうそうお母さんそう言ってたうね。ん捨ててた？漁価がやっぱ上がらんなーって言って。まあだから500今キロね、それこそ小西さんとかそれ教えて締めたりして漁価が上がってきてるわけでしょ。やっぱそういう新しく工夫せんと難しいよね。そうかそうか昔みたいにさ数の勝負じゃないもんね。そうそう取れてないからね。だからいろいろ彼もやっぱ努力してこう函館持ってきてみたり神経締めしたりこの道南杉でさ神経締めのタグ作ってみたりしてでもそれくらいやっぱり価値を伝えたいっていう気持ちが強いんでしょうね。ね今だって結構その漁師さんの名前ついてる魚増えてきたよね。あそう船の名前とか。あるそうしたら私たちもこう店頭で価値づけが結構しやすい。そうだよねなんかどういう漁法で取れたのかが分かるからいいなって思います最近そういう流れは。わ、これさっきのブリとサバ？あ、そうです。天ぷらになった。油がなかったんで油を足そうかな。おお、なるほど。ねこれ塩で食べるのかな？小西さん、今日朝から漁に行って、はい市場に行ってこの飲食店で、今こうやって皆さん朝取れた魚を食べてるんですけど、なんか魚屋さんだったら別に市場で待ってれば魚入ってくるし、特にね仲卸だからどんな魚でも手に入るじゃないですか、競りとか。はいそうですね。なんでそこまでやるんですか？その漁師さんとコミュニケーション取ったりとか、現地行ったりとか。一番は単純に面白いっていうことっすよね。自分が好きなんだ。そう、魚好きだし、やっぱりああいう船乗ると、あれこんなの取れてんのとか、そういう発見もあるし、面白いなおかつちゃんと美味しかったり鮮度がいいものができるということで最初やってたりとか、あとはやっぱり
ちゃんとこのストーリー性っていうのかな、人間がこう知り合いのちゃんとしてる頑張ってる漁師が取ってきたものが来るっていうなんか喜びで、それをやっぱり売る側も熱が入るし、熱量か、はい、そういうストーリーとか物語を教えてもらえると、お客さんにも伝えられるから、はいはい、めちゃめちゃありがたいです。売りやすいですよね。売りやすい。うんなんでこの魚こんな高いのって言われた時に、まあ、神経締めだからですだけでは多分伝わらないことが、こう事業承継して今魚の価値高めようとして頑張ってる子がみたいなストーリーがあると、お客さんも多分心動きますよね。ねえ、応援したいなって応援しようかなみたいな、それ自体がなんか、まあ、ただ食べるっていうだけじゃなくてこうやっぱりエンターテインメントとしてこの楽しみとして、やっぱりあ北海道のそういうの神経締めしてるんだとか想像しながら食べてまた美味しいじゃないですか。それで喜んでるんだったら、ね、なおさら、ね、みんなもがウィンウィンなんで、まあ、すごくいいよなと思って。確かにな。自分で居酒屋もやるようになって、そしたらなおさらやっぱりこう料理長とかがやっぱり本当に彼は自分でこう調理する側なんで、やっぱりそういうもの欲しいとか自分から自ら行くようになったりしてるんで、それはもともとそのコニーさんがやってることを見てジョー君は俺も行きたいってなった。どうだったっけね、ジョーね。なんで正午のとこ行くようになったんだっけ。なんか僕魚限らずなんか野菜とかもなんか何でも見に行きたいタイプなんです。単純になんか楽しい。だから多分結構似てるんですよ。楽しいことが喜ばれるから余計じゃやるかみたいな感じ。まあ、特に飲食店立ってるとダイレクトじゃないですか、お客さんの喜びが。それはめちゃくちゃやりがいになりますよね。でもなんかその楽しいだけじゃなくて、コニーさんはそうやって現場に行ってるからこそ、そういう漁師さんとか水産現場の課題とかも感じてたりしますか？やっぱりちょっと田舎の地域だと貝屋さんも限られてるから、まあ、例えばそういう価値付けしようとしてカツ締めとかしてきても傷物とかって扱われて値段安かったりする。産地ではああいう産地の加工屋さんって安く買いたいっていうのがやっぱりある。だから安くさせようという圧力が結構強い。本当は函館みたいに20人も30人も魚屋さんいたらあんまり関係ないやつがどんどん買ってったりして、まあ、安く買おうとしてだったら俺高く売れるから高く買うわみたいな、まあその市場ですからね。そう市場だから、でそんなこと言ってられないんだけど、過疎の地域のやっぱりその貝屋さんってなんか大きいとこが、そっか一強なんだ。そうなるほど。1軒2軒あって、お前ら口出すのよみたいなのがやっぱりまだまかり通っちゃったりとか。そういうコミュニティがもう出来上がってるから、だから適正になかなか評価されないし、まあ、どうしても競りって本来はこう価格をこうなんだろう、なるべく安く買いたいで安く買って高く売りたいっていう商売じゃないですか、もともとは。駆け引きの場ですからね。そう、まあ、だからどうしてもそういう圧力になりやすいしっていう中で、だからその産地の本当に田舎の方は結構大変だなって思いますね。そういうことか。だからそれは小西さんが実際に省吾さんとかとコミュニケーション取って初めて分かって、なんとかしないとなくなっちゃうなこの現場って思って、そこまでねはっきりと壮大な思いは最初は全然なかったんですけど、一生懸命省吾頑張ってそのやり方を教えてくださいってやってるし、まあ可愛いから、じゃあちょっとやって持ってこいって言って、なんか困ってるなら手伝おうかなみたいな。そうでやってきたらちゃんといい魚ね、最初はダメだったけどだんだんいい魚になってきたら、じゃあ俺それ全部買ってやるとか、俺買うわとかって言ってどんどん買ってて、どんどん買ってるうちに勝手にその市場でやっぱり価値がついていったんですよね。なんかあいつだけなんでいつもあれちょっと高値で買ってんのよって多分なってなるほど。で俺も買うかと言って、じゃあ俺も負けないように買うかって言って、その吉岡省吾を売り込んでるから、吉岡省吾の魚ちょうだいとかって言われるようになってきて、すごっ。そうでそしたら省吾の魚買わなきゃいけないから、このホッケと省吾のホッケあったら省吾のホッケを外すわけにいかないから、そっちを絶対高く買いに。でそれをずっとやってたらやっぱり他の人もなんかあれいいのかな、小西いつも買ってるからみたいな感じで高値で買ってきて、じゃあ俺も吉岡の魚すごいぞとブランドになったわけですね。ブランドになって最後俺が買えなくなるっていう育てたのに高すぎてお前高すぎるわみたいな。じゃあ結果として省吾さんたちのその現場が活性化してきた。省吾頑張ってるから結構活性化してると思う。大きいですよね。その、自分の名前で売れていく、で自分の処理が認められて、ちゃんと魚取ればこのくらいの値段で売れるっていうのが上がってきてるってさっき言ってたんで、省吾自身もやっぱりやりがい感じてるし、このチャンネル見てる人もじゃあホッケ、でも1000円のと、まあ、その2000円のがあるわけじゃないですか。それがなんでなのってすごく疑問に思ってる方がいっぱいいるんですけど、この差は何だと思います？まあ品質じゃないですか。品質でやっぱり高いっていうのもあるし、目利きとか
あとさらにそういうストーリー性があると、ブランディングとかがあるとよりね高く売れたりしますよね。だからそもそも魚のポテンシャルがあって、でそこに人の手がかかって、どんどん価値が高まっていくっていうのが、なんか今日私見てても現場で多分手かけるじゃないですか。で市場でまたねジョー君とか皆さんが丁寧に処理されて価値を維持してここまで来て、でこういう美味しい料理まで仕上げるっていう、なんかどんどんこう上乗せしていくっていうのがあって、初めてなんか産地のブランドが価値が高まってってるんだなっていうのをすごくこう感じました。なんかすごい貴重な流れを見せていただいたなと。ありがとうございます。やっぱりなんかこうせっかく同じ魚取れるんだったら、それが例えばねのじめでパンって出るのもその魚の価値だし、それを神経締めしてこういうストーリー紡いでねどんどん膨らませて出せる価値はどんどん引き出してって出してあげた方が本当は魚にとってもそれ食べる人にとっても一番いいじゃないですか。そうですね。なんかこういうと多分一部の人は同じ魚なのになんか高く売られるのは嫌だって思う人も絶対いると思うんだけど、そうじゃないと私は思う。なんかやっぱりちゃんと締めてあって鮮度処理できてれば長持ちするから、なんか廃棄することも少なくなるじゃないですか。そうですね。こうやって料理も高級料理店出せる調理方法になったりとかするから、なんか一概にそういうわけじゃないと思うんですよね。このチャンネル見てる人が実際にあったコメントで、魚は原価タダなのになんで今高いのかっていうコメントがあって、私結構それずっと気になってて、なんかそんなに人の手をかけることって、こう原価だと思われてないんだなっていう。何してるかも分かってないからでしょ、取って出してるだけでしょって多分思ったり、そういうことですよね。だから今日だってジョー君もこう現場から運んでっていうとこも人件費もそうだし時間もそうだしかかってるわけだから、なんかそういうのをもっと伝えたいなと思ったのが、なんか今日まさに見れてよかったなって思いました。なんか俺もよくね価値を引き出すとかって言うんですけど、それを言うともともとあるものをさらに高く売られるみたいなみんなイメージを持つんですよ。でも僕が言いたいのはそういうことじゃなくて、同じものでも持ってるポテンシャルを最大限引き出すのがやっぱ僕たちの仕事じゃないですか。変な話、同じ値段だったとしても僕たちがただの締めの魚出すのと神経締めしてああやって処理してとか生姜処理してって言って出すのだったら絶対こっちの方が持ってる魚の価値を引き出してるじゃないですか。だから食べた人が美味しいって思う、美味しいと思ったりで喜んでくれたりでストーリーがさらに語れたりとか、それと同じ魚でも絶対こっちの方が喜ばれるんで、結果おそらくまたちょうだいまたちょうだいってなると僕も買う値段が高くなったりして、じゃあもうちょっと高くちょっと買ったからお願いしますねって言っても、あいいよ全然売れるからっていう風に後から価値がついていったりすることもあると思うんですよね。確かに確かに。まあそれが自然の形なんじゃないかな。一概にその高い安いとか、安いがいいというわけではないですからね、今の。そのお客さんが評価する価値がいくらかということです。確かに圧倒的に満足してもらえるかどうかですね。そうやっぱりこれだけ少なくなってくると魚自体が価値あるものだし、だからそれをやっぱり大事に扱うっていうことはすごく大事になってくる。余計に。確かに。漁師さんも今までの半分の魚で飯食っていかなきゃいけない中で、だから正午もそうやって頑張っていろんな自分の価値つけて、半分の魚でもいいようにしてたりとか。それこそ取る人がいなくなっちゃったら未来この魚が食べれなくなる可能性もあるわけですよね。だからやっぱ漁獲制限とかしてもちゃんと飯食えるような体制とかを打っていくことも大事ですよね。今は昔のままだといっぱい取らないと漁師さん儲からないから、漁獲制限されたら困るぞっていう方もいるけど、ちゃんと処理した魚がその倍の値段で売れるようになったら、漁獲制限されたとしても別に成り立つ未来があるかもしれないってことですよね。なるほどな。だから少しずつはそういう努力をやっぱりねしていかないといけないってことですよね。小西さんめちゃめちゃすごい魚屋ですね。ありがとうございます。でもなんかナチュラルにやってることすごくないですか？いやすごいです。尊敬です。普通なんかこう抱え込みたいじゃないですか、自分の技術を教える。だって秘密のってなるじゃないですか。でもそれをやっぱりどんどん教えようっていう。こういう人がいてこそ業界が成長するんだなって思いました。変えたいこともあったりするけどね。それは大事ですよね。あるけどやっぱりなんかトータル的になんかだんだんこう自分の人生みたいなことを考えるようになってきて、最初はこう、ね、自分の売り上げとか、絶対俺が全部市場の魚売ってやるんだみたいな感じだったけど、最終的に残ってるものが何もなかったんで、何も面白くない人生だなと思って、やっぱりこう周りの人と共に豊かになりながらやっぱり達成していくっていう方が
絶対面白いよなっていうのは思ってきて、ね、確かにな、取る人がいて売る人がいて、そういうなんかことはやっていきたいなと思ってますね。でも生産地を見てもらって最後食べるとこまでやってもらって本当に良かったです。いや、今日の魚本当に価値感じました。すごく価値があると思います。ありがとうございます。この体験は。ありがとうございました。ジョークもありがとうございます。はい、ということでリアル水産ドキュメンタリー企画第5弾、函館の魚屋さんの小西さんに密着させていただきました。やっぱりさ、今日の一日だけでこの魚の一連の流れが見れるってなかなかない機会だと思うんだよね。で、実際に魚屋さんって聞くと皆さん、私たちもそうなんだけど、魚をこうただ並べて売る仕事、仕入れた値段よりもちょっと高くして売る仕事って思ってる方も多いと思うんですけど、でも私たち魚屋が産地だったりとか、市場で流通してる魚の価値を消費者の皆さんにそれこそ伝えていかないと、多分魚って本当にどんどん消費減っちゃうと思うんですよ。しかも資源も多分守れなくなっちゃうと思う。だから私たちはこう魚屋の仕事にすごくこう誇りを持って今やってるんだよね。で、それは小西さんも同じで、めちゃめちゃ熱い思いを持って生産現場と一体となってこの業界を盛り上げていこうというのをすごい感じました。ただただ魚を並べて売るだけが魚屋じゃない、魚の価値を伝えるのが魚屋だっていうのがね、小西さんの話からすごくこう今日感じ取った一番の、共感ポイントでした。皆さんが普段食べているお魚の裏側、今日お見せできたと思うんですけども、そんなストーリーをね、ちょっとでも知る機会ができるように私たち魚屋も頑張ってまいりますので、このリアル水産ドキュメンタリー企画、食卓と海の間にある過程をね、配信していきたいと思いますので、第6回目も期待していてください。第6回目は、ここ函館から真逆の南の方に行きます。さあ、どこでしょうか。これもやっぱり後継者問題が絡んでる現場に行きたいと思います。今日もでもちょっと明るい水産の未来が見えましたね。漁師さんの吉岡さんも無事跡が取れて、ブランドもできてきて、信頼も得てっていうところが見れたので、すごくこう晴れやかな気持ちで名古屋に帰りたいと思います。ということで、今日もお魚さんに感謝、そして小西さん本当にありがとうございました。ということで、次のリアル水産ドキュメンタリー企画楽しみにしていてください。ということで、バイバイ。車で今お父さんの遅刻した動画ちょっと見てて大丈夫かなと思って心配してはめられたってずっと言ってる。はめてない。